レッスン1、食事の変更。食事も変えましたか？はい、最近は健康的な食事をするようになり、自然食品にも力を入れています。それは嬉しいですね。バランスの取れた食事は、エネルギーレベルを本当に高めることができます。絶対に。切り替えてから、より活気と集中力が高まりました。どんな種類の食品を取り入れているのか、もっと聞きたいです。食事に果物、野菜、全粒穀物をさらに加えました。美味しそう。栄養価の高い食べ物がいかに満足できるかは驚くべきことです。はい、そして私は物事を面白く保つために新しいレシピを試すのが好きです。次回は、お気に入りのヘルシーレシピをいくつか共有しましょレッスン2、水中アドベンチャー。う。おすすめのアクティビティやアトラクションはありますか？はい、シュノーケリングとスキューバダイビングは、そのエリアでは必見の体験です。すごいですね。私はずっと水中の生態系を探求したいと思っていました。きっと気に入るはず。鮮やかな色と多様な種が生息する海洋生物は見事です。波の下がどれほど美しいか、想像することしかできません。本当にそうです。まるで別世界で泳いでいるような気分になります。それを体験するのが待ちきれません。一生に一度の冒険のようですね。絶対です。その瞬間を捉えるために、水中カメラを必ず持参してください。素晴らしいアイデアです。私は目にするすべての素晴らしい光景を記録したいです。レッスン3、アウトドアで楽しむ。はい、私はいくつかの公園に行ったことがあります。それらは野外活動に最適です。それはすごい。そこにいる間、どんなことをしていたんですか？ハイキングに行ったり、ピクニックをしたり、屋外でのヨガセッションを試したりしました。アクティブに過ごしながら自然を楽しむのに最適な方法のようですね。本当にそうだった。新鮮な空気と美しい景色がさらに楽しくなりました。私はそれが大好きです。自然には私たちの精神を活性化させる方法があります。絶対に、アウトドアを探索したり楽しんだりできる新しい公園をいつも探しています。近いうちにそれらの公園への旅行を計画しましょう。ぜひご参加ください。ワクワクするよ。一日を一緒に過ごすには最高の方法になるよ。レッスン4、観光の魅力。ご存知のように、多くの人々が私たちの風景の美しさを見に来るので、観光産業も重要です。絶対に。訪問者が私たちの自然のアトラクションや文化的名所にどのように惹かれるかは魅力的です。はい。そして、それが地域経済に与える影響は大きく、雇用を提供し、ビジネスを後押しする可能性があります。完全に同感です。地域社会にとって独自の魅力を保ちながら観光を取り入れることは極めて重要です。まさに、これらの場所が将来の訪問者にとって美しく保たれるように、持続可能な観光を促進する必要があります。はい、観光と自然保護のバランスを取ることは、私たちの環境を維持するための鍵です。旅行が様々な文化や伝統について人々を教育することもできるのが大好きです。間違いない。多様性に対する理解と認識の世界が広がります。地元の観光スポットを紹介し、責任を持って訪問者を引きつけるための取り組みを計画しましょう。レッスン5、モーニングティー。
私は朝のお茶が好きです。穏やかな気分で一日を始めるのに本当に役立ちます。ああ、本当に？普段はコーヒーを飲みに行きますが、違いが出るかどうか試してみたいと思います。特に様々なフレーバーと健康上の利点があるため、お茶は爽やかだと感じるかもしれません。それは面白そうですね。好きな種類のお茶でおすすめのものはありますか？私は緑茶が大好きです。緑茶は軽く、じったなしでちょうどいい量のエネルギーを与えてくれます。緑茶には抗酸化物質が含まれていると聞きました。朝のルーティンとして緑茶に切り替えた方がいいかも。ぜひ試してみてください。トーストやフルーツなどの軽い朝食と組み合わせてみることもできます。美味しそう。お茶を飲みながら美味しい食事を楽しむ、心地よい朝がもう思い浮かびます。まさに。さらに、忙しくなる前に自分のために時間を取るのにも最適な方法です。レッスン6、習慣を破る。日々、私は自分の悪い習慣、特にお菓子を食べ過ぎる傾向を断ち切ろうとしています。言いたいことはわかります。それらの魅力的なご馳走に抵抗するのは本当に難しいことです。厳しいですが、お菓子は週末だけに限定するなど、小さな目標を立てています。それは賢いアプローチのように思えます。その週の間に抵抗するのに役立つ何か見つけましたか？果物やナッツなど、より健康的なスナックを手元に置いておくようにしています。そうすれば、奪われていると感じることはありません。それは素晴らしい戦略です。代替手段を用意しておくと、欲求が高まった時に大きな違いが生まれます。まさに。さらに、より健康的な選択をして、ポジティブな変化を見るのはやりがいを感じます。あなたの決意には感心します。あなたの戦略のいくつかを自分で採用する必要があるかもしれません。私たちはお互いを支え合うことができます。途中で進捗状況やヒントを共有できるかもしれません。レッスン7、サッカーと広告。45分のハーフが2回あり、連続プレーが行われるサッカーは、見ていてとてもスリリングなスポーツです。確かに、でもコマーシャルや広告には理想的ではないことに気づきました。これは興味深いことです。正しいプレーが中断されない時間が長くなると、広告掲載の機会が減り、スポンサーにとっては厳しい状況になります。これはネットワークにとって課題であり、特に商業的な休憩時間を埋める必要がある場合はなおさらです。まさに、スポーツによっては、ゲームを中断せずに簡単に広告を挿入できるように停止しているものもあります。それが他のスポーツと比べてチームがスポンサーシップからどれだけのお金を稼ぐかに影響するのだろうか。おそらくそうです。サッカーはその収入を補うために商品やチケットの販売に大きく依存しています。それは理にかなっています。ファンは大抵熱心で、様々な方法でチームをサポートしてくれます。絶対に。他のスポーツでは真似が難しい独特の雰囲気を作り出しています。レッスン8、旅行の写真。ねえ、ソーシャルメディアで私の最近の旅行写真を見たことがありますか？いや、やってない。今回はどこに行きましたか？山への素晴らしい旅から戻ったところです。景色は息を飲むほどでした。それは信じられないですね。その風景がどれほど美しかったか想像することしかできない。本当にそうだった。素晴らしい日の出と紅葉の鮮やかな色を撮影しました。私はそれらを見てみたいです。自然写真はとても魅力的でインスピレーションを与えてくれます。
私のアルバムへのリンクを送ります。きっと楽しんでいただけると思います。ぜひやってください。良い旅の話とそれについてくる写真にはいつも感謝しています。それぞれの写真の裏にあるストーリーを必ず含めます。体験をさらに豊かにしてくれます。レッスン9、ペットエリアのセットアップ。私たちが話し合ったエリアに、彼らの寝具、おもちゃ、フードボールを含めることを考えていました。パーフェクトですね。すべてを整理しておくと、彼らにとってずっと快適になります。まさに、彼らがリラックスして家にいるように感じることができる居心地の良い空間を作りたいです。ペットが自分で指定された場所を持つことはとても重要です。ペットはそのような環境で育ちます。同感です。さらに、家をきれいに保ち、散らかるのを防ぐのに役立ちます。それは素晴らしい点です。小さな組織でどれだけの違いが生まれるかは驚くべきことです。間違いない。エリアが設定されたら、彼らがどのように反応するのか楽しみです。好きなものに囲まれて、新しい空間を楽しんでいる姿が想像できます。彼らの進捗状況について最新情報をお届けします。きっと気に入るはずです。レッスン10、写真プラン。素晴らしい、カメラも持ってくるよ。遠出中に写真が撮れるよ。それはとても楽しそうですね。瞬間を捉えたり、思い出を作ったりするのが大好きです。私も、写真を振り返って、その体験を思い出すのは特別なことです。まさに。さらに、後で友人や家族と冒険を共有するのにも最適な方法です。予想以上の写真を撮る場合に備えて、予備の電池を必ず持参します。いい考えだ。特に写真に関しては、常に準備しておいた方がいいです。絶対に。また、様々な角度や照明を試してみるのも楽しみです。それがスピリットだ。きっと思い出に残る素晴らしいショットが撮れると思います。待ちきれない。このお出かけは、素敵な写真が載っている本のためにお出かけしましょレッスン11、倫理的な服。ねえ、倫理的な服を買うことを考えたことはありますか？考えてみたけど、どこから始めたらいいのか、何を探せばいいのかわからない。実際、これは想像以上に簡単です。多くのブランドが自社の観光についてより透明性を高めています。それは知っておくと良いことです。持続可能性と倫理的な生産を優先する企業に感謝します。まさに、スタイリッシュに見えながら、私たちの価値観に合致するブランドをサポートするのは素晴らしいことです。倫理的な服に焦点を当てている特定のブランドについてもっと知りたいです。世の中にはたくさんありますが、最近発見したおすすめをいくつか紹介します。それは素晴らしいでしょう。ファッションの購入では、もっと意識的な選択をしたいです。一緒に、美しく、かつ倫理的に作られた選択肢を探っていきましょレッスン12、商品の買い物。どんな商品をお探しですか？本とか素敵なペンとか。まだ決めていませんが、自分の創造性を刺激する何かが絶対に必要です。良い本はそのために驚異的な効果をもたらすことができます。特定のジャンルを考えていますか？私はフィクション、特に私を様々な世界や視点に導く物語を楽しんでいます。それは素晴らしいですね。
最近私を魅了した素晴らしいタイトルをいくつかおすすめできます。私はそれが好きだ。それに日記を書くのが大好きなので、素敵なペンも探しています。高品質のペンを使うと、書くことがずっと楽しくなります。特定のブランドを試したことはありますか？まだですが、スムーズな書き心地で知られているいくつかの良い話を聞いたことがあります。興味のある本とペンの両方に注目しましょレッスン13、アイテムの整理。アイテムを分類し、自分に合ったストレージソリューションを見つけることが重要です。完全に同感です。システムを整えておくと、生活がとても楽になります。まさに、タイプや使用頻度で物を分類するのが好きで、整理整頓に役立ちます。それは賢いアプローチです。散らかっていることに圧倒されることが多いので、システムを改善する必要があります。効果的な組織計画の作成に役立つアイデアを一緒にブレインストーミングできるかもしれません。ありがたいです。小さく始めると管理しやすくなると思います。絶対に、一度に一つの領域に集中することで、時間の経過とともに大幅な改善につながる可能性があります。私はそのアイデアが好きです。それはそれほど難しくなく、より達成可能に聞こえます。一緒になって、この整理プロジェクトに取り組み、きちんとした空間のメリットを享受することができます。レッスン14、夜のワークアウト。今日は、あなたはどう？何か決まった日課はありますか？私は夜のトレーニングが好きです。忙しい一日の後にリラックスするのに役立ちます。それはストレスを和らげる素晴らしい方法です。夜のトレーニングはとても効果的だと聞きました。絶対に。夕方のセッションでは、より活力が湧き、集中力が高まります。その時に楽しんでいるお気に入りのワークアウトはありますか？私はヨガが大好きです。ヨガは長い一日の後にリラックスしてストレッチするのに役立ちます。ヨガは体と心の両方に素晴らしいです。もしかしたら、今度の夕べにあなたと一緒に行かないといけないかも。そうすべきだ。一緒に練習して、お互いにやる気を起こさせたら楽しいでしょう。アイデアにワクワクしています。初めてのヨガセッションの日程を決めよレッスン15、ルームサービス。ご不便をおかけして申し訳ありません。それらのアイテムもあなたの部屋に送ります。ありがとうございます。本当に思いやりがありますね。迅速な対応に感謝します。光栄です。あなたの滞在ができるだけ快適になるようにしたいです。それは大きな意味があります。少し落ち着いてみたところ、いくつか余分なものが必要だと気づきました。全然問題ない。手間をかけずにリラックスできるように、すぐに到着するようにします。ここでの時間を楽しむことを本当に楽しみにしています。雰囲気はとても居心地が良いです。それを聞いて嬉しいよ。私たちはすべてのお客様に楽しい体験を提供するよう努めています。あなたは確かにそれを成し遂げています。この場所が提供するすべてのものを探索するのが待ちきれません。推奨事項や支援が必要な場合は、遠慮なく質問してください。レッスン16、サプライチェーン管理。当社には強力な流通ネットワークと優れたサプライチェーン管理があり、それが私たちを際立たせています。それは印象的ですね。それは日常業務にどのような影響を与えていますか？これにより、
お客様のニーズに迅速に対応し、高いレベルの効率を維持することができます。特に今日のペースの速い市場では、それがいかに有益であるかがわかります。まさに、当社のサプライチェーンは、製品が時間通りに適切な品質で納品されることを保証します。すべてをスムーズに実行するには、多くの調整と計画が必要です。もちろんですが、専任チームがプロセスのあらゆる側面を最適化するために懸命に取り組んでいます。それは嬉しいですね。強いチームがあれば、成功の達成に大きな違いをもたらすことができます。絶対に、競争力を維持するには、コラボレーションとコミュニケーションが重要です。レッスン17、週末の計画。パーフェクトな一日のようですね。週末はどうだった？本当に素晴らしかったです。美しい天気を楽しみながら屋外で過ごしました。素敵ですね。どこか特別な場所に行きましたか？それとも地元でリラックスしましたか？近くの公園に行きました。ハイキングをしたり、素晴らしい景色を眺めたりできました。ハイキングは自然と触れ合い、元気を取り戻すのに最適な方法です。完全に同感です。頭の中がすっきりして、元気が出るようになって、本当に助かりました。私はそれが大好きです。自然には私たちの心をリフレッシュする方法があるんですね。絶対に。外で過ごした後はいつもバランスが取れていると感じます。近いうちに同じような遠出を計画すべきだ。それは待望の脱出手段のように思える。レッスン18、会議計画。パーフェクトですね。時間通りに行くよ。素晴らしいミーティングとアイディアの話し合いを楽しみにしています。私も、一緒にいる間に話すべきエキサイティングなことがたくさんあると思います。絶対に。ブレインストーミングをしたり、あなたと一緒にコラボレーションしたりするのはいつも刺激的です。感謝するよ。私たちの議論が新しいアイデアや創造性を刺激するのが大好きです。まさに、同じ熱意とビジョンを共有する人がいるのは素晴らしいことです。私たちの会議で何を思いつくのか楽しみです。こっちも同じ。時間を最大限に活用して何か素晴らしいことを考え出しましょう。確かに、生産的なセッションができて素晴らしい結果が得られると確信しています。レッスン19、言語学習。スペイン語を勉強したいのですが、あなたはどうですか？私はずっとフランス語を学びたいと思っていました。とても美しい言語です。それは素晴らしいですね。フランス語にはある種の優雅さがあって、それが本当に魅力的だ。本当にそうです。それに、フランスに旅行するときにとても便利です。絶対に、一緒に練習したり、クラスに参加したりするのも楽しいと思います。私はそのアイデアが大好きです。パートナーと一緒に学ぶことで、体験がより楽しくなります。確かに、私たちはお互いにやる気を起こさせ、途中でリソースを共有することができます。まさに。それに、私たちが学んでいる言語の背後にある文化を探ることもできました。そうすれば、私たちの研究に深みが増すでしょう。この計画には本当にワクワクしています。レッスン20、健康上の利点。心身の健康の重要性を理解することは非常に重要です。絶対に。また、生活の中で他の人と効果的にコミュニケーションを取るのにも役立ちます。
ただし、精神的にも肉体的にも気分が良くなると、交流が深まります。同感です。自分の面倒を見れば、前向きで協力的になりやすくなります。正確に、定期的な運動とマインドフルネスは、私たちの健康を大幅に改善することができます。健康を優先すると、他のことはすべてうまくいくように思えることに気づきました。それは素晴らしい洞察です。充実した生活を維持するには、バランスが重要です。確かに、私たちはお互いに健康目標に集中し続けることを思い出させるべきです。間違いない。サポートシステムがあることは、それらの目標を達成する上で大きな違いをもたらします。レッスン21、複雑な文化。世界はとても多様で魅力的です。これらの複雑な文化についてもっと知りたいと思っています。私も同じように感じます。異なる文化を理解することは、私たちの人生観を豊かにします。まさに、それぞれの文化には、そのアイデンティティを形作る独自の伝統と価値観があります。経験を共有することで、私たちがお互いからどれだけ学ぶことができるかは驚くべきことです。絶対に、様々な文化的慣習とその意味を探求したいぜ。それは素晴らしい計画のように思えます。世界中のいろんな料理を試すこともできました。はい、食べ物は、様々な文化を体験したり鑑賞したりするのにとても美味しい方法です。同感です。家を出ずに旅行するようなものです。これを楽しい探検にしよう。待ちきれない。この旅は間違いなく私たちの視野を広げます。レッスン22、イエローストーンの探検。イエローストーン川に高さ308フィートの低い滝があることをご存知ですか？はい、自然がいかにしてこのような息を飲むような景色を作り出すことができるのか、信じられないほどです。イエローストーンには美しい湖がたくさんあり、最大の湖も素晴らしいです。イエローストーンの地熱地形について読んだことがありますが、それらは本当にユニークです。滝と湖の組み合わせは忘れられない体験になります。いつか訪れて自然の美しさを自分の目で見てみたいです。一見の価値ありです。景色は他に類を見ません。このような広大な地域を探検するときの安らぎとスリルは想像できます。絶対に。自然には私たちにつながりやインスピレーションを感じさせる方法があります。レッスン23、ジョーの貯金。ジョーは買いたいものを買うのに十分なお金を貯めていない。それは彼にとって苛立たしいに違いありません。彼は何を得たいと思っているのか。彼は本当に欲しい新しいバイクを探していたが、それは少し高価だ。彼が貯金を熱望している理由がわかります。良いバイクは素晴らしい投資になり得ます。まさに。彼のお父さんは彼に小遣いを貯め続けるように言っています。これは賢いアドバイスです。それは彼にお金の価値と忍耐力を教える素晴らしい方法です。確かに、ジョーにとって早い段階で財政管理について学ぶことは重要です。同感です。貯蓄目標を持つことで、彼は自分の計画に固執するようになります。うまくいけば、彼はすぐに目標を達成し、新しいバイクを楽しんでくれるでしょう。レッスン24、バス旅行。それは助かります。バスが市内中心部まで行くには、通常どれくらいの時間がかかりますか？通常、交通状況にもよりますが、所要時間は約30から40分です。
それは理にかなっているように聞こえます。遅れがないように、必ずそれに応じて計画を立てるつもりです。いいアイディアだ。特にラッシュアワーの間は、時間に余裕を持っておくのが賢明です。まさに、遅刻してストレスを感じるくらいなら、早く着きたい。完全に同感です。さらに、早めに到着すると、会議の前に少し探索する時間ができます。それは本当です。待っている間に地元のカフェやショップをチェックできます。まさに、短時間でも街を体験するには最高の方法です。私は間違いなくその機会を利用します。ヒントをありがとう。レッスン25、バルコニービュー。私のアパートにはバルコニーがあり、素晴らしい景色を眺めながら生活空間を本当に引き立てます。素敵ですね。バルコニーはリラックスして新鮮な空気を楽しむのに最適な場所です。絶対に。朝のコーヒーを飲みながら外に座って日の出を見たり、そよ風を感じたりするのが大好きです。自然と美しい景色に囲まれて、そんな風に一日を始めるのはとても穏やかですね。はい。夕方には日が沈みながら本を読みながらくつろぐのに最適な場所です。特に空の色が変わるので、それがどれほど美しいか想像できます。まさに。それに、ちょっとした集まりに友人を迎えることもあります。バルコニーは素晴らしい社交スペースになります。それは素晴らしいですね。誰もがその雰囲気と素晴らしい背景を楽しんでいるに違いありません。彼らはそうします。小さな屋外エリアがいかに多くの喜びとリラクゼーションをもたらすことができるかは驚くべきことです。レッスン26、ジムのアクセシビリティ。それは便利です。ジムは車椅子でも利用できますか？はい、そうです。誰もが利用できるように設計されたスロープと設備があり、素晴らしいです。それはとても重要なことです。インクルーシビティは、居心地の良い環境を作る上で大きな違いを生みます。絶対に。これにより、誰もが取り残されたと感じることなくフィットネス施設を楽しむことができます。アクセシビリティを優先するジムには本当に感謝しています。コミュニティへのコミットメントを示しています。まさに、多様なニーズに依頼、すべての人の健康を促進する施設を見るのは刺激的です。より多くの人が身体活動に参加するようになり、誰にとっても有益だと思います。間違いない。状況に関係なく、誰もがフィットネスの目標を追求する機会を持つべきです。完全に同感です。これは、より健康的でインクルーシブな社会に向けた前向きな一歩です。レッスン27、再生可能エネルギーの焦点。私は自分のキャリアの中で、再生可能エネルギーと持続可能性に焦点を当てることに傾いています。それは素晴らしい方向性のようですね。世界は持続可能な実践の推進者をもっと必要としています。私はそう信じています。気候変動が差し迫った問題である今、私たちは変化を起こさなければなりません。まさに、特に地球を守ることに関しては、あらゆる小さな努力が重要です。教育によるものであれ、革新的なソリューションによるものであれ、自分がもたらす可能性のある影響にワクワクしています。それがスピリットだ。ポジティブな変化を生み出すことに情熱を傾けている人を見るのは刺激的です。ありがとう。私たちはみんな、持続可能な未来に貢献する責任があると思います。
これ以上同意できませんでした。再生可能エネルギーに関する知識を共有することで、他の人々に行動を起こす力を与えることができます。力を合わせれば、未来の世代のためにより健康な地球を目指して取り組むことができます。レッスン28、クイックストップ。素晴らしい。補給品を取りに行く途中でちょっと立ち寄るよ。出かける前に知っておくべきことは他にありますか？会議の時間を全員に思い出させるようにしてください。全員が同じ考えを持っていることが重要です。するよ。全員が準備を整え、次のステップについて話し合う準備ができていることはいつでも良いことです。まさに、一緒に過ごす時間を最大限に活用して、会議を最大限に活用したいと思っています。それは賢いアプローチです。明確なアジェンダを持つことは、私たちの集中力を維持するのに間違いなく役立ちます。はい。留守中に何か具体的に把握してほしいことがあれば、教えてください。考えてみます。喜んで手伝ってくださることに感謝します。全然問題ない。出発前に必ずチェックインしておきます。レッスン29、食料品の買い物。こんにちは。今日はどうだった？悪くない。食料品の買い物から戻ったばかりで、かなりの冒険でした。ああ、本当に？結局何を拾ったの？新鮮な果物と野菜を混ぜて買ったけど、通路の人混みを避けなければならなかった。想像できます。食料品の買い物は、特に忙しい時間帯にはかなり大変です。間違いなくそうでした。しかし、なんとかリストにあるものをすべて見つけることができたので、小さな勝利のように感じました。それは嬉しいですね。必要なアイテムをすべてチェックするのはいつも満足感があります。まさに、新しいおつまみもいくつか見つけて、全体的に実りある旅行になりました。新しいおやつを見つけるのが大好き。どんな種類をもらったの？レッスン30、品質を高める。農産物に傷やあざはありますか？確認したところ、すべてが新鮮で活気に満ちているように見え、安心しました。それはいいことだ。特に果物や野菜に関しては、質の高いものを選ぶことが重要です。絶対に。購入する前に、常に農産物が良好な状態であることを確認するようにしています。果物や野菜を選ぶとき、他に何を探すべきですか？シミ以外にも、硬さや匂いもチェックしましょう。これらは鮮度の良い指標です。素晴らしいヒント。次回買い物をするときは、その詳細を見守ります。食事の味と質に大きな違いをもたらします。同感です。新鮮な食材は料理を全く別のレベルに引き上げてくれます。レッスン31、バケーションエンカウンター。こんにちは、休暇でここにいるの？はい、今回は一人旅ですが、これは私にとって新しい経験です。ワクワクしそうですね。一人旅はとても開放的でやりがいのあるものです。本当にそうです。自分のペースで探求し、新しい人と出会えるのを楽しみにしています。絶対に。自分で新しい場所を発見するのは特別なことです。同感です。望めば自発的に計画を変更する自由を与えてくれます。まさに。滞在中に行きたいスポットは見つかりましたか？
はい、地元の観光スポットや隠れた名所のリストを用意しているので、チェックするのが待ちきれません。それは素晴らしい計画のように思えます。探索で素晴らしい時間を過ごしていただければ幸いです。レッスン32、ホームブルーイング。家でビールを作るのは難しいですか？最初は難しいかもしれませんが、プロセスを学ぶのに役立つリソースはたくさんあります。それは知っておくと良いことです。ホームブリューイングとその仕組みにはいつも興味がありました。楽しい趣味です。コツをつかめば、様々なフレーバーやスタイルを試すことができます。自分のレシピを作るというアイデアが大好きです。始めるための第一歩は何か？麦芽、ホップ、酵母、水などの基本的な設備と材料が必要です。扱いやすいですね。初心者におすすめのキットはありますか？はい、最初のバッジを醸造するのに必要なものがすべて揃った素晴らしいスターターキットがたくさんあります。ぜひ調べてみます。楽しい時間の過ごし方みたいですね。レッスン33、戦略上の問題。現在の戦略にはどのような問題がありますか？さて、当初の計画よりも目標を達成するのに時間がかかっています。これは心配です。私も気づきました。これらの遅延の原因を分析する必要があります。まさに、私たちの方法を評価し、プロセスのボトルネックを特定すべきだと思います。それは理にかなっています。効率を改善できる分野をピンポイントで特定することが不可欠です。一部のタスクを合理化して、より効果的に締め切りに間に合わせることができると思います。同意しました。いくつかの解決策をブレインストーミングし、これらの問題に対処するための計画を立てましょ乗ってるよ。成功を確実にするためには、積極的に行動し続けることが重要です。う。絶対に。力を合わせれば、これらの課題を成長の機会に変えることができます。レッスン34、実現させる。今年それを実現させましょう。ワクワクしています。ありがとう。私がやろうとしていたことをすべて達成することを願っています。私はあなたがそうするだろうと信じています。決意と努力があれば、目標は達成できる。皆さんのサポートに感謝します。これからも前進し続けるモチベーションになります。あなたは正しい考え方を持っています。集中して前向きでいることが成功につながります。まさに、今年やってくるどんな課題にも取り組む準備はできている。それがスピリットだ。あなたが成し遂げた素晴らしいことをすべて見るのが待ちきれません。ありがとう。誰かが私を信じてくれることは大きな違いを生みます。すべてのステップで応援します。今年を忘れられないものにしましょレッスン35、クワイエットルームのリクエスト。こんにちは、チェックインしています。通りの騒音から離れた静かな部屋をリクエストできますか？もちろん。私たちは、お客様が喧騒から離れ、快適な滞在を過ごせるようにしたいと考えています。それは素晴らしいことです。ご協力いただければ幸いです。全然問題ない。安らかに過ごせるように、必ず高層階の部屋にアサインしてあげよう。パーフェクトですね。私はそこからの眺めが好きで、大抵はずっと静かです。絶対に。さらに、眼下に広がる街の邪魔にならずに景色を楽しむことができます。
まさに、長い一日の旅行の後にリラックスするのが本当に楽しみです。あなたはそれに値する。また、快適にお過ごしいただけるように、追加のアメニティも用意しておきます。ありがとう。それはあなたにとってとても思いやりのあることであり、大きな違いを生みます。レッスン36、クラスルームコスチューム。ほうきも持っています。クラスの中には木や花のような格好をしている人もいます。それはあなたのクラスにとって楽しいテーマのようですね。どんな機会があるの？自然と創造性に焦点を当てた特別なイベントを開催しています。誰もがドレスアップすることをお勧めします。なんてクリエイティブなんだ。衣装に自然を取り入れるというアイデアが大好きです。楽しいはずです。ほうきが私のコスチュームにちょっと変わった雰囲気を加えるだろうと思った。間違いない。あなたはかなりの印象を与えそうですね。そう願っています。みんなのコスチュームと彼らがテーマをどのように解釈するかを見るのが待ちきれません。一人一人がどのように自分の創造性を発揮するかを見るのは興味深いでしょう。まさに、このようなイベントは本当に人々を結びつけ、楽しい交流を促します。